今回は、公安襲撃編の主犯格、沢渡茜と、サムライソードについて解説していきます。この動画の内容は、ストーリーのネタバレを含みますので、未読の方はご注意ください。まずは、沢渡茜のプロフィールから見ていきましょう。髪型は、長め金髪、外羽ショートヘアで、蛇のような縦長の瞳孔をした、赤い瞳が特徴的な小柄な女性です。短パンにパーカーというラフな服装で、一見普通の少女のようにも見えますが、姫野を含む多くの死者を出した、公安襲撃テロの主犯格です。もともとは民間のデビルハンターとして働いていたことが明らかになっています。茜は永遠の悪魔と同じく、デンジの心臓を狙って、襲撃事件を起こしました。その計画は組織的かつ用意周到で、少なくとも A 班から E 班の5班に分かれて、公安の得意課のデビルハンターを同時刻に一斉襲撃しました。得意課のトップである、マキマの予定も把握しており、逃げ場のない新幹線内で襲撃しています。サムライソードの部下だったモブが死んだ時は、ここへの情は感じられませんでしたが、自分とサムライソードの逃げる手段を考えていることから、サムライソードのことはきちんとした仲間だと考えているようです。また、マキマの追跡から逃れるため、国外への逃亡も計画していました。契約時期は不明ですが、茜は、蛇の悪魔と契約しています。蛇の悪魔の姿は、まさに巨大な蛇そのもので、特徴的な頭部は、人間の腕を絡ませたような姿をしています。蛇の悪魔は、幽霊の悪魔よりも強力なのか、幽霊の悪魔は、茜に対して攻撃するのを嫌がっていました。また蛇を使った後は、爪が4枚なくなっていたことから、秋の、狐の悪魔のように、力を借りるたびに、肉体の一部を渡すような契約をしているようです。攻撃手段は、蛇、尻尾、の掛け声で繰り出される、蛇の尻尾を使った攻撃と、蛇、丸のみ、の掛け声で繰り出される、頭部による噛みつき攻撃です。体躯が大きく強力ですが、頭と尻尾以外の攻撃手段がないため、小紅のように、攻撃をかわして蛇の体を走れる、高い身体能力を持っている相手と戦うのは苦手です。蛇の能力の特徴は、丸飲みした悪魔を、吐き出しすることで、意のままに操ることが可能な点です。これは非常に珍しく強力な能力ですが、吐き出しの際に鼻血を出していることから、爪が大小の、尻尾や丸飲みよりも、内臓などの大きな代償を必要とするようです。この丸飲みの能力によって、サムライソードを圧倒していた幽霊の悪魔を、一撃で倒し、その強さを見せつけました。その後、弔い合戦に来た秋に、姫野先輩が、命をとして全部を使う契約をした、幽霊の悪魔を差し向けた行動は、茜の冷酷な性格を示しています。次に、秀逸なキャラクターデザインが特徴的な、サムライソードのプロフィールを見ていきましょう。サムライソードは、公安の使用する通りなですが、仲間からは、若、茜からは、お前、と呼ばれており、本名はわかっていません。軍服のようなロング丈の学ランを着用していて、これが刀のデザインと相まって非常にかっこいいです。サムライソードは、デンジたちにうざがらみする謎の客という形で登場しました。しかし、すぐにデンジが殺したヤクザの孫であることがわかります。祖父が死んだ経緯を知らないため、デンジに強い恨みを持っており、デンジに復讐することを、行動の第一目標としています。これまでヤクザの孫として、甘やかされて育ったようで、幼い頃からいい暮らしをしていることと、高い学歴であることを鼻にかけた言動が目立ちます。ちなみにマキマに応対していたヤクザ組織の組長は、サムライソードと同じように、学のないバカという発言をしていることから、おそらく親子でしょう。また、サムライソードの性格ですが、人質になった味方ごと、デンジと共に切断する描写がありましたが、その後なぜかデンジに、仲間を殺した償いをさせようとしており、ややクレイマーのような思考を持っています。サムライソードはデンジに復讐するため、茜の手で、刀の悪魔の心臓を移植され、悪魔の心臓を持つ、武器人間となっています。そのため、左手首を抜くと、頭部から刀が生え、武器人間状態になります。武器人間は、デンジと同じように悪魔化の動作をするだけで、どれだけのダメージを受けていても復活する不死身の体を持っており、秋の呪いの悪魔の攻撃で呪い殺されても、小紅に銃で撃たれても、その度に茜によって復活されています。
ちなみに侍ソードは、刀の悪魔の力を使っている時だけ帽子をかぶっていますが、これは能力が解除されると、ドロドロに溶けて消えてしまいます。ちなみに電磁も、武器人間の状態が解除されると、頭のチェーンソーがドロドロ溶けるという同じ特徴があります。侍ソードは、両手から生えた2本の刀を主力武器にしています。悪魔化すると身体能力が向上し、目で捉えられないほどの速さの、この刀を使った攻撃が可能です。中でも、しゃがんで高速移動しながらの居合攻撃はとても強力で、この攻撃に対応できない電磁は、ずるい、禁止にしようぜ、と発言していました。このように侍ソードはかなり強力な敵キャラクターでしたが、電磁の頭のチェーンソーが残っているという発言に騙され、足から生やしたチェーンソーに気がつかず、真っ二つにされて倒されました。この時の、狩人の言葉信じるなというのは、岸辺に言われたままの言葉です。電磁は侍ソードとの再戦前に、岸辺に徹底的に鍛えられ、強くなりました。つまり、電磁が、頭を使った戦い方を覚えたことが、侍ソードの主な敗因と言えます。電磁に敗北した後は、美人がこの世から一人減った償いをさせるとの理由から、股間を蹴り上げて、より大きい悲鳴を上げた方が勝ちという大会を開かれ、某有名漫画をオマージュしたレクイエムを歌う羽目になりました。その後はテロリストとして捕まったはずでしたが、第一部の終盤で、マキマに支配された姿で再登場しました。そして、マキマさんは何度も命を救ってくれたと発言し、レゼ役暗視と共にチェーンソーマンの前に立ち塞がりました。ちなみにアカネもマキマによって、生前契約悪魔を利用するための存在として利用されていました。ここで、公安襲撃事件は、そもそも誰が引き起こしたのかを考察していきます。マキマは、公安の襲撃テロ事件は、沢渡茜が引き起こしたと報告していましたが、もっと大きな存在が後ろにいたのではないかと考察できます。その理由ですが、まず、内閣官房直属のデビルハンターであるマキマが、京都出張に行くスケジュールや、その際に座る新幹線の座席を部外者が把握することは、かなり困難です。また、公安に捕まった際は、蛇の悪魔が茜の頭を食べて即死させていますが、この、情報漏洩を防ぐ行為も、単独犯にしては疑問が残ります。マキマは、銃の悪魔との契約で、自動的に自殺したのかもしれません。と語っていましたが、実は銃の悪魔はすでに倒されていて、アメリカ、ソ連、中国が大部分の肉体を所持しており、非常時に契約してその力を使っていることが、後に明らかになっています。そもそも、わずか 1.4 キロの肉片で、銃の悪魔と契約できるとは思えないため、マキマの語った自殺説は嘘でしょう。また、ヤクザとマキマのやりとりの場面では、茜が銃の悪魔との契約を仲介しており、ヤクザは、茜に2万円を払って銃の悪魔と契約して銃を入手した、と話していますが、その後のストーリーで、襲撃に使われた銃は、銃の悪魔との契約によってもたらされた銃ではなく、裏で流通している、どこかの国が作った銃だったことが明らかになりました。つまり、裏で作った銃を手にできる人物が黒幕として存在していた、ということになります。1、ヤクザが黒幕説。まず考えられるのが、ヤクザが黒幕という説です。そもそもヤクザならば、裏取引で拳銃を手に入れることはできそうです。実際、侍ソードの銃の腕前は、初めて使ったにしては妙にうまかった描写があります。ヤクザ側は、自分の指示ではないと言っていますが、責任逃れしている可能性はありそうです。また侍ソードは、茜に刀の悪魔の心臓にされたと話していますが、茜に心臓を移植するような高度な技術はなさそうですし、蛇の悪魔にもそのような能力はなさそうです。そもそもヤクザ側にそこまでの技術力があれば、茜の手を借りる必要がないため、ヤクザが黒幕説はほぼないと言えるでしょう。2、他国からの依頼説。次に黒幕として考えられるのが、マキマを危険視している他国からの依頼説です。具体的には、世界の資格編で強力な資格を送り込んできた、中国、ソ連、アメリカ、ドイツ、以外の国になります。ただし、これはソ連からの資格として登場したレゼと、単なるテロリストだった茜との間に、マキマについての大きな情報量の差があったため、怪しいです。また仮に、情報力の乏しい国から茜にテロの依頼があったとして、
茜が捕まった際に、自動で蛇の悪魔に始末させた方法は不明です。3、マキマ自身の依頼。3つ目は、公安の掌握を狙うマキマが、デビルハンターを減らすためにテロを依頼した説で、個人的にはこれが最も納得感の高い仮説です。実際にこのテロ事件によってデビルハンターが減ったことで、特異化が合併され、マキマの指揮下になったり、大麻特異4課の人員のほとんどが、悪魔と魔人で構成されるという変化が起こりました。テロ事件後に生き残ったマドカは、特異化がきな臭いと察知して、退職することを選びました。また、新たな4課のメンバーである魔人や悪魔は、マキマによって記憶を操作されているため扱いやすく、襲撃事件後は、マキマにとってより都合がいい状態となりました。他にもマキマ黒幕説が有力な理由として、マキマがヤクザに、近親者の目を持参して脅しに行った際、目を元通りにできる人が公安にはいると発言していたことから、悪魔の心臓をサムライソードに移植する技術を、マキマがすでに掌握していると考察できます。ここで気になるのが、マキマ自身が新幹線で襲撃されたという事実ですが、これは事件後に始末されることを恐れた茜側の独自作戦か、そもそも茜に、襲撃の詳細が明かされていなかったためでしょう。マキマが黒幕ならば、蛇の悪魔が契約者の茜を殺したことも容易に説明ができます。皆さんもお察しの通り、マキマが蛇の悪魔を支配して行動を命令するだけです。またマキマは襲撃事件が起こることに気がついていながら、手を打たなかった点を岸辺に責められていました。これは、自分が裏で手を引いていたため手を打たなかったということになります。テロ事件の真相は茜の死とともに闇に葬られましたが、この、マキマ黒幕説がかなり濃厚に思えます。以上、茜とサムライソードについての解説でした。最後までご視聴ありがとうございました。このチャンネルではチェンソーマンについて考察や解説をしています。チェンソーマン好きの方のチャンネル登録をお待ちしています。それでは次の動画でお会いしましょう。